1年やって気づいた英雄装備完全攻略イエーイはい。というわけで、最近4月になってですね、ラストウォー大学に入学しましたと、そのようなお便りいただいております。英雄装備に関する動画あったかなと思った時に、このヘンチクリンなサムネイル動画が7ヶ月前に出ていました。今回は私も1年経ったので、改めて英雄の装備どのように作っていけばいいのかを動画にまとめました。この動画でわかることです。まずは装備の基礎知識、そして UR 装備の作成の順番、それからレベル40までの育成の順番を3番まででお伝えします。最後に UR レシピでの強化についてお話をします。MR レシピとその強化に関しては別の動画で話していますので、気になった方は概要欄からこちらをチェックしてみてください。一人の英雄には4種類の装備をつけることができます。基本的に戦闘では UR の装備を使うので UR 装備をベースにお話をしていきます。装備の見方です。一番上がレベルと名称。2段目にあるところが装備の効果。で、さらにレベルが10上がることに追加効果があります。この追加効果がかなり強力ですので、基本的に装備レベルは10で区切って強化していくといいです。4種の装備の基本的な知識を覚えておきましょう。まずは左上のレールガンです。この武器はバトルスキルが攻撃系の英雄にとっては必須の武器です。逆にバトルスキルで攻撃しない英雄は後回しでもいい装備になっています。英雄スキルの右上をタップしてみてください。これがバトルスキルになります。このスキルの効果が敵にダメージを与えるものなのか、仲間を強化するものなのかというところをよく確認してください。例えば、この航空系英雄のモリソンなんかは、右上のバトルスキルが敵にダメージを与えるものなので、レールガンが必要です。一方で、戦車英雄のマーフィーは、右上のバトルスキルが仲間の強化なので、レールガンは後回しでもいい装備です。続いて、左下のチップ、攻撃と防御の両方で活躍する装備です。レールガン同様攻撃力を上げるので、バトルスキルが攻撃系の英雄に優先して装備したいです。右上装備の装甲、別名ガーディアンと呼ばれることも多いですね。こちらは防御系の装備になっておりまして、特に英雄の体力、それから物理ダメージに対する耐性を高めます。右下のレーダーも防御系の装備になっています。特に英雄の防御力、それからエネルギーダメージに対する耐性を強化する力を持っています。さあ、ラストウォーの世界にやってきたばかりのあなたは何をすればよいのか。まずは UR 装備を揃える。ここから始めてください。UR 装備を作るにはこのセラミックというものが必要です。その見た目から別名消しゴムとも呼ばれています。このセラミックをまず集めましょう。方法は SSR の装備箱。これが輸送車の襲撃で狙えるので、これを獲得してください。UR のかけらと SSR の装備箱、2つが乗っているトラックが狙えると一番いいですね。SSR の装備が集まったらこんな感じで装備工場でバラバラにします。分解した素材を合成し直すことによって一番ランクの高いセラミックまで作り上げることができるので、これを繰り返してセラミックを集めていきましょう。序盤はかなり付属感を感じるセラミックですが、将来的にはめっちゃ余ります。なので、交換所などに置いているものを獲得するのはあまりおすすめできません。サーバーの中でも上位に食い込む、そのような思いがない場合は、無理に交換所で取らずに、輸送車襲撃などで SSR の装備箱を集めて、セラミックを作った方が良いです。とはいえ、誰の何から作ったらいいかというのは、ちんぷんかんぷん祭りだと思いますので、私がもし1からスタートするならどうするかというところをまとめてみました。まずは無課金戦車の想定です。優先したい装備は、まずはキンバリーのレールガン、チップ、レーダーです。次にマーフィーのレーダー、装甲。そして、メイソン、または課金している人は早めにステッドマンがいると思うので、彼らのレールガン、チップ、レーダーを作ってあげてください。その後にビオラ、またはこれも課金している方はウィリアムズがいると思うので、彼らのレーダーか装甲。そして最後にマーシャルのレーダー、装甲を作っていく形です。左の画像は実際のキャラクターの配置と装備がこんな感じになるんじゃないかなっていうところをイメージしてますので、これを目指してもらえれば大失敗することはないです。改めて補足を入れておきます。バトルスキルで攻撃をしないキャラクターの代表としてはマーフィーがいます。そういったキャラの左側の装備というのは完全に後回しで OK です。で、加えて右側防御装備2種なんですが、序盤は圧倒的に右下のレーダーが活躍する場面が多いです。右上のガーディアンは戦力の暴れ幅が高いので強そうに見えるんですけど、実際は右下のレーダーの方が活躍します。
さて、優先すべき装備が作れたら、1軍の残りの装備はすべて UR にしていきましょう。ちなみに2軍3軍の装備を作る暇なんて全くないと思いますので、1軍に集中してください。はい、ここからは装備の強化の優先に関してです。とはいえ、やってることは実は同じで、まずはキンバリーのレールガン、チップ、レーダー、それぞれをレベル20で目指していきましょう。それ以降もこの右側にある順番の通りレベル20で育っていけば間違いないです。右下のレーダーに関してはレベル20のコスパがかなりいいので、できるだけ早くみんなにつけてあげたい装備です。また、攻撃系でないキャラクターの左側のレールガン、これはもうしばらくレベル0で OK だと思っています。さて、レベル20から40を目指していく道のりですが、基本的にはほぼ同じだと思ってくれればいいです。まずはキンバリーの装備を強化していきましょう。この段階でもマーフィー、ビオラ、ウィリアムズ、それからマーシャルといったバトルスキルで攻撃を打たないキャラクターのレールガンはレベル0で OK です。ただし最終的にはきっちり上げていきましょう。攻撃するというのはもちろんですが、地味にレールガンは防御力も上げてくれます。この素の防御力を上げてくれるというところが後々効いてくるので、最終的にはレベル40を目指して1軍完成です。航空機の例も出しておきます。ディーバ、ルシウス、スカイガー、カーリー、モリソンの順番で私なら作るかなと思います。航空機編成の場合は若干ですが戦車よりも要求される装備の難易度が高いです。理由はですね、航空機というのはそもそも火力低めです。どちらかというとじわじわ弱らせて仕留めていくスタイルなので、全体的に火力を上げてあげないといけません。で、戦車を倒す場合はディーバ、それから同じ航空機と差をつけていく場合はモリソンにいい装備をつけてあげるのが重要でしょう。育成するならこんな感じですね。とはいえ基本は戦車編成でやってきたことと同じです。まずはメインアタッカーのディーバのレベル20を3種揃えて、ルシウス、スカイラー、カーリー、モリソンとレベル20装備を揃えていきます。前の2人の優先度に関して補足をしておきましょう。防御系の英雄には大きく2種類あって、一つがパッシブスキル、自身のスキルで自分をめちゃめちゃ固くできる防御系の英雄と、仲間の強化も含んでいる防御系の英雄の2種類がいます。航空機の場合はカーリーが自分を強くするのが得意で、ルシウスは仲間の強化も一緒にしていきます。その分ルシウスの自己強化が若干弱めなんですよね。それもあって自分を守ってあげる装備をつけるのを優先的にルシウスにあげる。そのような育成プランを作ってます。はい、それ以降も基本は戦車編成で話した時と同じですね。上から順に40を揃えていって、防御系の英雄のレールガンは後回しにする感じです。ロケランに関しても簡単にお伝えしておきましょう。とはいえ、ロケランの UR 英雄が揃う頃にはかなり日数が経っているので装備もあるかなと思います。なので途中からですがこんな感じで育てると思います。まずは SWIFT の装備を揃えますね。レールガン、チップ、レーダー、装甲の順番で作っていきます。続いてアダムの装備を揃えていきます。次にテスラ、マクレガー、フィオナの順番で装備を揃えていくでしょう。ロケランを使う主な目的は航空機を倒すことだと思います。とりあえず SWIFT、それからアダム、この2キャラの装備が強ければ航空機を倒すのにかなり役に立ちます。テスラの育成度で同じロケラン、それから戦車に対抗する力が変わってくるので、彼を3番目に置いています。さて、レベル40に達した後、さらなる強化が待っています。そのためには、まず装備工事のレベル20が必要です。レベル40以降の強化ではさらなるステータスの強化ができますが、新たに大量のアイテム、それから UR レシピという貴重なアイテムが必要になります。強化の流れこんな感じです。まずはレベル40の装備をランクアップをします。これが4段階あります。金貨強化石、それからセラミックを使って4段階強化ができます。これだけでも結構実は強くなります。はい、4段階強化ができました。この後にレシピ強化が入ります。1つ目の星をつけるには UR レシピが5枚必要です。同様の強化を繰り返していきます。4段階強化をして、さらに星2のためにレシピを10枚。必要なレシピの枚数はだんだんと上がっていきます。貴重なアイテムをたくさん使うので、どれから強化したらいいのかなっていうところは皆さん悩むところだと思います。それを解決するために、まずは強い星継ぎ装備を2つ覚えていってください。まずは左上レールガンの星4です。これは1本早めに持っておいて損はないです。MR 装備を入手した後に一番最初に作りたい赤武器ピューマの強化元でもあります。続いて右下レーダーの星2ですね。これはできることなら私も早く全部の英雄につけてあげたいぐらい欲しいです。まず間違いなく活躍してくれます。腐ることがないアイテムです。
それらを踏まえて優先したい星付き装備紹介していきます。レールガンの星4、それからレーダーの星2、加えて攻撃力につけたいチップの星2、これらを入手するのをお勧めします。左の画像の場合はすでにレールガンが星5になってしまっていますが、これの1個手前が星4です。MR レシピ10枚が入手できたらすぐに星5に上げられるようにしておくと便利です。そしてこの貴重な星付き装備を誰に渡すかなんですが、雑にですね、雑にキンバリー、ディーバー、テスラ、スイフト、このあたりに渡しておけば、大外しすることはないですけど、ぜひですね、戦闘履歴のこの真ん中の再生ボタンから見れる戦闘映像を見て、最適な装備配分っていうのを考えられるようになると、より強くなります。攻撃系の装備はあんまり悩まないんですけど、特に防具ですね。防具に関しては、このキャラクターがバトルスキルを打つ直前にやられてるなとか、他者強化が強いマーフィーやルシウスといったキャラクターがやられるのが早いなっていう時に、いい防具を渡してあげると勝率が上がったりします。それ以降どんな装備を作っていくかの参考です。私の場合はレールガン、そしてレーダー、チップというのを引き続き量産していく形ですね。大体星2、そして星4を一つの目標として進めていっています。で、400日経ったんですけれども、やはり課金してないと星付き装備って結構集まらないんですよね。なので、ここからは私の体感ベースのお話も入っていくんですが、特定のキャラをですね、尖らせる育成をした方が強いような気がします。で、特にですね、リソースが厳しい人、使えるお金だったり支援が少ないよっていう人ほど、特定のキャラに絞って強化した方がいいと思います。例えば私のキンバリーなどは、専用武装のレベルが20です。で、それに加えていい装備をつけてあげてます。これによって基礎ステータスがガツンと上がります。で、そこにスキルチップや科学っていうところで何パーセントアップっていう風な掛け算がかかって、すごくキャラクターが強くなるんですよね。そしてこの強くなったキャラクターをどれだけ戦闘で活躍させるかっていうのだけを最近は考えてます。最近お気に入りで使ってるこの部隊なんかは、実はキンバリー以外バトルスキルで攻撃しないんですよ。その代わり、後ろのマーフィー、アダム、マーシャルのこの3人でキンバリーを守ってあげて、キンバリの攻撃力の高さを生かすために、アダムの反撃スキルで繰り返し反撃をさせるっていう風な、そういう形をとってます。実際この形でかなり勝てていますので、一斉リソースが厳しい人であればあるほど、特定のキャラを尖らせるというのは意識してみるといいかもしれません。UR レシピの主な入手先は栄養交換所になります。で、栄養交換所で交換するには栄養ポイントが必要なので、意識してこのポイント取りに行きましょう。まずは砂漠の戦場にエントリーをしてください。負ける試合であっても個人ポイント20万達成でもらえる栄養ポイントが一番美味しいので、そこまで行くよう頑張りましょう。同格以下の相手と戦闘することによって割と早めに溜まると思います。個人ポイントはこの上の旗の部分をタップすると自分が今何ポイント稼いでるかわかるので、砂漠の戦場の中で確認してみてください。雪嵐の戦場が始まっている方、ぜひこちらで参照をして栄養ポイントを獲得しましょう。シーズン中の方は土曜日のみ、オフシーズンの方は土曜日と月曜日に開催されています。議事堂戦、それから戦役対決で戦闘によって得られる宝箱からも栄養ポイントが出てきます。シーズン中の一部の戦闘イベントの中でも栄養ポイントが入手可能です。アリーナに参加できている方は毎日一定数栄養ポイントが入手できます。忘れずに毎日やっていきましょう。はい。というわけで今回は1年やって分かった装備に関するまとめ動画でありました。この動画が良かったよ、参考になってという風に思った方、ぜひいいね、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。完全攻略シリーズを増やしてるんですよね。これまで科学、スキルチップ、それから装飾物も出そうかなっていう風には思ってます。お遊びで作ったこれなんですけど、出してくれと。絶対再生数回らないと思うんだけどな。しかも話すことなくない？中身すっかすかですよ。いやー、ショート動画かな。